ゆっくり解説。70年代の知的な女神、キャンディス・バーゲン。世界を虜にした名作ベスト10。皆さん、こんにちは。今日は昭和の洋画ファンを虜にした、知的な女神についてお話しするのよね。ああ、今日解説するのは、圧倒的な美貌と知性で、クールビューティーと称えられた、キャンディス・バーゲンだ。彼女は有名な腹話術師の父を持つ、いわばハリウッドのロイヤルファミリー育ちの超お嬢様なんだぜ。ただの美人じゃなくて、本当のセレブだったのね。そうなんだ。でも彼女は美貌に甘んじることなく、名門ペンシルベニア大学で学び、フォトジャーナリストとしても超一流の雑誌、ライフなどで活躍した。自立した知的な女性を地で行く先駆けなんだぜ。モデル出身なのに、ジャーナリストの顔も持っているなんて多彩だわ。でも、私彼女の映画の内容にはあまり詳しくないの。マリサ、教えてくれる？任せろ。当時の熱狂を振り返りながら、彼女の代表作をランキング形式で紹介していくぜ。ただ、今回は作品の核心に触れるネタバレありで解説するから、未視聴の人は注意してくれよな。心の準備はバッチリよ。それじゃあ、早速10位から見ていきましょう。第10位。新おしゃれ泥棒。1974。第10位は、新おしゃれ泥棒ね。これ、オードリー・ヘプバーンの有名な映画の続きか何かなの？実はそれが全くの別物なんだ。現代は、11ハローハウス。配給会社が、美女と宝石泥棒という共通点だけで、オードリーのおしゃれ泥棒にあやかってつけた、革新犯的な便乗タイトルなんだぜ。当時の洋画界あるあるの、ちょっと強引な放題だったのね。だが、中身は一級品のエンタメだ。キャンディス自身の輝きはオードリーにも負けていないし、彼女のクールで自立した魅力を存分に味わえる一本として語り継がれているんだ。タイトルはともかく、彼女の魅力がたっぷり詰まっているのね。どんなところが当時のファンを引きつけたのかしら？何より、12億ドルのダイヤを狙うという壮大な計画の中で、彼女演じるマレンが単なるヒロインを超えた活躍を見せる点だな。射撃や運動神経を駆使して、パートナーを対等に支える姿は、まさに自立した強い女性像の先駆けと言えるぜ。ただの添え花じゃない、アクティブな彼女が見られるのね。具体的にはどんな風にダイヤを奪うのか、すごく気になるわ。その強奪シーンがまた驚きなんだ。隣のビルから長いホースを金庫室へ通して、なんと掃除機のような装置で大量のダイヤを一粒残らず吸い出すんだぜ。アナログだが非常に斬新なこのトリックは、映画史に残るユニークな離れ技と言えるな。最後は追っ手を巻くために、工事中の噴水のコンクリートの中にダイヤを隠して姿を消すという結末も、実に見事なんだ。掃除機でダイヤを吸い出すなんて想像もつかないわ。そんな大胆な彼女の姿を見ているだけで、当時の人たちは満足だったんでしょうね。その通りだぜ。当時のレビューでも、彼女がスクリーンに映っているだけで映画を見る価値があると言われるほどだった。美貌と大胆なアクションが同居したこの作品は、彼女の多彩さを知るには最高の入り口なのぜ。第9位。ドミノターゲット。1977。第9位は、ドミノターゲットね。ジーン・ハックマンにリチャード・ウィドマーク。それにキャンディス・バーゲンまで出ているなんて、すごく豪華な顔ぶれだわ。ああ、1977年の作品だな。名将スタンリー・クレイマーが手掛けた、組織の陰謀に翻弄される狙撃兵の物語だぜ。キャンディスは、ハックマン演じる主人公のロイが、命がけで守ろうとする妻、エリーを演じているんだぜ。社会派の監督さんなのね。でも、そんなにすごいメンバーが揃っているのに、当時の評価は意外と厳しかったの？そうなんだぜ。巨匠の晩年作ということもあって期待は大きかったんだが、アクションよりも重苦しいサスペンスの色が強くてな。見終わった後に爽快感がなくて、やるせない気分になる映画としても有名なのぜ。味方だと思っていた人が実は。っていうこと？それは不気味すぎるわ。彼女が演じる奥さんも、ひどい目に遭っちゃうのかしら。ああ、組織の不気味さが徹底しているんだ。死んだはずの男が生きていて真の狙撃者として現れるし、
ロイが必死に守ろうとしたエリーも最後は車にはねられて命を落としてしまう。さらに恐ろしいのはラストシーンで、全てを失ったロイ自身もヘリコプターからの照準に捉えられて終わるんだぜ。なんて救いのない結末なの。でも、ハックマンが全てをかけて彼女を守ろうとする姿は、それだけキャンディスが魅力的だった証拠とも言えるわね。まさにその通りだぜ。当時は雑誌のグラビアの常連だった彼女が、型にはまった妻役を演じるのは少しもったいないという声もあったが、ロイの唯一の心の拠り所としての存在感は抜群だった。名優たちの共演と、70年代特有の虚無感を味わうには外せない一作なのぜ。第8位、パリの巡り合い、1967。第8位は、パリの巡り合いね。タイトルからしてすごくおしゃれで、フランス映画らしい雰囲気を感じるわ。そうだな。これは1967年の作品で、あの名作、男と女で一世を風靡した。クロード・ルルーシュ監督と音楽のフランシス・レイが再びタッグを組んだ。まさに60年代を代表する映像美あふれる一作だぜ。キャンディスはソルボンヌ大学に通うファッションモデルという、彼女自身の知的な美しさをそのまま投影したような役を演じているんだ。大学に通いながらモデルだなんて、まさに彼女にぴったりの役どころね。どんな恋の物語なのかしら？内容はイブ・モンタン演じるテレビリポーターとの不倫の恋なんだが、単なるドロドロした話じゃなく、ケニアの砂漠やアムステルダムといった、世界各地の美しいロケーションが物語を彩っているのが特徴だな。彼女の男連れしていない透明感あふれる佇まいが、不倫という背徳的な関係の中にどこか清々しさを与えているんだぜ。映像や音楽と一緒に、彼女の姿が記憶に刻めるような映画なのね。結末はどうなるの？ネタバレになるが、最後はリポーターの男が別れを決意して妻の元へ戻るんだ。でも、かつての絆はもう失われていて、雪に覆われた車のフロントガラスを払った瞬間に、かつての妻の笑顔を幻視するという、非常に切ない幕切れになっているのぜ。切ないけれど、大人の恋愛映画って感じがして素敵だわ。音楽も今でも愛されている理由がわかる気がするわね。ああ、ストーリー以上に、キャンディスのクールな格好良さと、フランシス・レイの旋律が一体となった感覚こそが、当時のファンを虜にした理由なんだぜ。第7位、結婚ゲーム、1979。第7位は、結婚ゲームね。今までのクールな雰囲気とは打って変わって、なんだか賑やかそうな作品じゃない？そうなんだぜ。1979年公開のこのロマンティックコメディは、彼女がアカデミー賞助演女優賞にノミネートされた記念すべき一作だ。それまでの近寄りがたい完璧な美女という殻を自ら打ち破って、意外なコメディの才能を世に知らしめたんだぜ。あのキャンディスがコメディだなんて、当時のファンも驚いたでしょうね。具体的にはどんな役柄だったのかしら？自立を夢見て夫を振ったくせに、寂しくなると強引に復縁を迫る元妻のジェシカ役だ。美貌を逆手に取ったような、ちょっとずれていて滑稽なキャラクターを、彼女は全力で、かつ愛らしく演じきっているんだな。完璧な美人が必死に空回りする姿って、なんだか応援したくなっちゃうわね。何か象徴的なシーンはあるの？一番の語り草は、夫を誘惑するために自作の歌を披露する場面だな。絶世の美女が、自信満々に耐え難いほどの音痴で熱唱する姿は、映画史に残る報復絶倒の名シーンと言われているぜ。上手に歌うよりも、いかに説得力を持って下手に歌うかに、苦労したというエピソードがあるほどなんだ。あんなに綺麗な人がそこまでやるなんて、プロ根性がすごいわ。最後はやっぱり、夫とよりを戻せるのかしら？そこが面白いところでな。最後は夫にはっきりと振られてしまうんだぜ。でも、失恋を経てジェシカがただの元妻ではなく、一人のソングライターとして自分の足で歩き始める姿は、見る者に清々しい感動を与えるんだ。美貌に甘んじない彼女の新しい魅力が爆発した、まさに最高の一本なのぜ。第6位、弾丸オカメ、1975。第6位は1975年の弾丸オカメね。西部劇でレースをするなんて、なんだかワクワクする設定だわ。そうだな。
1100キロという想像を絶する距離を人馬一体で駆け抜ける。文字通り命がけの耐久レースを描いた力作だぜ。タイトルの弾丸を亀には苦しみに耐え抜くという意味があって、劇中ではジーン・ハックマン演じるサムが、排他で苦しむ仲間に弾丸で作った差し歯を渡す印象的なシーンもあるんだぜ。差し歯に弾丸を使うなんて、まさに開拓時代の知恵ね。キャンディスは、この過酷な男たちの戦いにどう関わっていくのかしら？彼女が演じるミス・ジョーンズは、こう言ってんながら砂ぼこりにまみれて馬を狩る、非常にタフな女性なんだぜ。当時の雑誌で知的な美貌を絶賛されていた彼女が、なりふり構わず泥臭い演技を見せたことで、観客に強い衝撃を与えたんだ。実は彼女がこのレースに参加したのには、単なる賞金稼ぎではない驚きの裏理由があったのぜ。裏の理由？ただのレース参加者じゃなかったということ？ああ、ネタバレになるが、彼女は刑務所にいる恋人を脱獄させるために、このレースを利用していたんだぜ。中盤で彼女が銃を手に恋人を救い出す展開は、誰も予想しなかった波乱を巻き起こすんだ。最後はその恋人が射殺されてしまうという救いのない結末を迎えるんだが、彼女の秘めた情熱と悲しみが、物語に深い奥行きを与えているんだな。ただのスポーツ映画じゃない、人間のドラマが詰まっているのね。最後はどうやって決着がつくの？最終的にはサムとルークが、極限まで疲れ果てた相葉をいたわるように降りて、共に歩きながらゴールテープを切るという、最高に爽やかな幕切れなんだぜ。馬の体に吹いた白い汗の潮まで克明に映し出すリアリズムと、キャンディスの凛とした強さが一つになった、西部劇史に残る傑作なのぜ。第5位、ガンジー、1982。第5位は、ガンジーね。誰もがその名前を知っている偉大な人の物語だけど、キャンディスはどんな役で出ているの？ 1982年のアカデミー賞を総なめにした歴史的金字塔だな。インド独立の父、ガンジーの激動の生涯を、圧倒的なスケールで描いた大作だぜ。キャンディスは実在した雑誌、ライフの写真家、マーガレット・バークホワイト役を演じているんだ。写真家さんなのね。彼女のカメラを通して、ガンジーの姿が世界に伝えられたということかしら？その通りだぜ。この作品が今なお色褪せない理由は、徹底したリアリズムと、主演のベン・キングズレイによる神がかり的な熱演にあるんだ。あまりの似すぎぶりに、まるで本物のドキュメンタリーを見ているような錯覚に陥るほどの凄みがあるのぜ。アカデミー賞を受賞するのも納得の演技なのね。特に印象的な、スケールの大きなシーンはあるのかしら？例えば、30万人以上のエキストラを動員した国葬のシーンは、世界一多くの人員が参加した映画としてギネスにも載っているほど圧巻だぜ。キャンディス演じる写真家がレンズに収めたのは、宮殿に収容されながらも信念を貫く彼の姿だった。最後は、夕べの祈りの場で3発の銃弾を受け、凶弾に倒れるという衝撃的な結末を迎えるんだ。アインシュタインは彼を評して、後世の人々は地球上にこのような人物が実在したことを信じられないだろう。という言葉を残しているんだぜ。そんな風に言われるほど崇高な生き方だったのね。最後は悲しいけれど、その平和への祈りは写真と共に永遠に残るのね。ああ、単なる電気映画を超えて、非暴力の尊さを深く魂に刻み込んでくれる。まさに映画史に残るマスターピースなのぜ。第4位、風とライオン、1975。第4位は1975年の風とライオンね。モロッコの砂漠を舞台にした、すごく壮大な歴史アクション映画だって聞いたことがあるわ。ああ、20世紀初頭の激動の時代を舞台に、ショーン・コネリー演じる砂漠の族長ライズリと、アメリカのルーズベルト大統領が激突する物語だぜ。キャンディスが演じるのは、族長に誘拐される未亡人のイーデンなんだが、彼女の気丈で誇り高い姿が、この壮大なドラマに深い感動を与えているんだ。誘拐されるヒロインなのに、ただ守られるだけじゃないのかしら？キャンディスが演じるなら、すごく芯が強そうなイメージだわ。その通りだぜ。彼女はライズリに怯えるどころか、対等にチェスを楽しみ、彼自身の信念にすら影響を与えていくんだ。劇中でライズリが、わしこそ、
海峡との擁護者、預言者モハメッドの血はわしの体に流れていると語るほど、自尊心が強い男なんだが、イーデンもまた、彼に引けを取らない強い魂を持った貴婦人として描かれているのぜ。誇りと誇りのぶつかり合いね。戦闘シーンもすごいって聞いたけど、彼女も戦うのかしら？ああ、物語の終盤では罠にはまったライズリを救うため、彼女自ら海兵隊を援護して戦いに加わるんだぜ。監督のジョン・ミリアスは黒澤明監督を敬愛していて、馬上から剣を振りかざす演出なんかはまさにオマージュと言えるな。最後、ライズリが去り際に送った。あなたは風のごとく、私はライオンのごとし。あなたは嵐を巻き起こし、砂塵は私の目を刺し、大地は乾ききっている。私はライオンのごとく己の場所に留まるしかないが、あなたは風のごとく己の場所に留まることを知らない。という手紙の一節は、まさに二人の生き様を象徴する伝説の名台詞だぜ。風とライオン、最後に心が通じ合うような、気高い絆を感じる結末なのね。ショーン・コネリーの圧倒的な存在感に負けない、キャンディスの凛とした美しさが光る、まさに彼女の黄金期を象徴する傑作なのぜ。第3位、愛の狩人、1971。第3位は1971年の愛の狩人ね。なんだか意味深なタイトルだけど、どんな物語なのかしら？これはマイク・ニコルズ監督が、人間の愛と性の矛盾を冷徹に描き出した人間ドラマなんだぜ。キャンディスは大学一の美貌と知性を持つスーザンという学生を演じていて、親友同士である二人の男の運命を大きく揺り動かすことになるんだ。二人の男の人に同時に愛される役なのね。ドラマチックだけど、なんだか不穏な予感がするわ。その予感は正しいぜ。ロマンチストなサンディが彼女に一目惚れするんだが、親友のジョナサンが裏で彼女を寝取ってしまうんだ。しばらくは二人の共通の恋人という歪な関係が続くんだが、結局スーザンはジョナサンを捨ててサンディと結婚し、物語の中盤で早々に姿を消してしまうのぜ。そんなに綺麗な人が途中でいなくなるなんて、すごく贅沢な演出ね。ああ、彼女の圧倒的な美しさが前半を支配しているからこそ、その後の男たちの凋落が際立つ構成になっているんだな。実際、数年後にジョナサンが過去の女性たちのスライドを映す場面があるんだが、未練や屈折した心理からか、スーザンのスライドだけをすぐに飛ばしてしまうという、執着心が見て取れるシーンがあるんだぜ。執着心がすごいのね。最後は二人とも幸せになれるのかしら？いや、最後は徹底して虚無的だぜ。ジョナサンは若さを失い、最終的に不能に陥ってしまうし、サンディも家庭の幸福から弾き出されて、肌寒い夜の街をさまようことになるんだ。キャンディスの美しさが消えたアロの虚しさが、見る者の背筋を凍らせるような傑作なのぜ。華やかな始まりから一転して、孤独が際立つ物語なのね。彼女の知的な魅力が、その凋落をより強調している気がするわ。第2位、宝冠サンパブロ、1966。第2位は、宝冠サンパブロね。スティーブ・マックイーンとの共演だなんて、それだけで昭和の映画ファンにはたまらない組み合わせだわ。この1966年の作品は、キャンディスがデビューの年に出演した初期の代表作なんだぜ。舞台は1920年代の激動の中国でな。彼女は知的な美しさを称えた清楚な女教師シャーリーを演じているんだ。マックイーン演じる一等機関兵ホルマンと出会い、惹かれ合っていく姿が本当に美しいのぜ。デビューの年だなんて、まさに彼女の原点のような映画なのね。物語はどんな風に進んでいくの？何より、軍艦という組織の中での孤独や、人種を超えた友情を深く掘り下げているのが魅力だな。特に、マコイワマツが演じる中国人女子ポーハンとの間に築かれる絆は、当時のアカデミー賞でも絶賛されるほどの熱量を持っているんだぜ。友情が大きな時代のうねりに巻き込まれていくのね。サンパブロ号の戦いも激しそうだけど、映像的な見どころで言えば、川を封鎖するために、綱で繋がれた大量の中国船を、サンパブロ号が強行突破するアクションシーンは今見ても大迫力だぜ。ただ、最後は非常に悲劇的でな。
シャーリーたちを艦内へ避難させた後、ホルマンは一人で敵を防ぎ、国にいたのに、何があったって言うんだ、どうしてしまったんだ、という悲痛な言葉を残して戦死を遂げるんだぜ。どうしてしまったんだ。平和を願う彼自身の叫びのように聞こえるわ。切ないけれど、心に深く刻まれるラストね。ああ、制作当時のベトナム戦争に対する批判的なメッセージも込められた。社会派の対策として、当時から高い評価を得ていたんだ。若きキャンディスの清楚な輝きと、マックイーンのストイックな演技が一つになった、歴史に残る名作なのぜ。第1位、ソルジャーブルー、1970。ついに第1位ね。1970年のソルジャーブルー。この作品こそ、キャンディスのキャリアの中で、最も語り継がれるべき衝撃作なのよね。ああ、その通りだぜ。これまでの西部劇の常識を根底から覆し、アメリカ史の最も暗い部分を白日の下にさらした歴史的な問題作だ。キャンディスが演じるクレスタは、かつて先住民と生活を共にしていた経験を持つ、驚くほど野生的で自立した女性として描かれているんだぜ。彼女のこれまでの知的なイメージとはかなり違う気がするわ。野生的って、具体的にはどんな風に描かれているの？例えば、泥にまみれて荒野を生き抜き、平気でゲップをしたりウサギの骨をしゃぶったりする姿は、当時の観客に強烈なインパクトを与えたんだぜ。彼女の視点を通して、先住民を単なる残虐な敵とする、白人社会の偏見が次々と暴かれていくのが、物語の前半の大きな見どころなのぜ。のんびりした旅路の中で、少しずつ真実が見えてくるのね。でも、その後に待っているのは、あまりに凄惨な結末なんでしょう？ネタバレになるが、最後は白旗を掲げる無抵抗の集落に対して、北軍ソルジャーブルーが容赦ない大落殺を開始するんだ。女子供を養殖し、手足を切り取る狂気。このサンドクリークの虐殺の描写は、当時発覚して世界を震撼させた。ベトナム戦争のソンミ村虐殺事件に対する、強烈なアンチテーゼでもあったんだ。映画史上最も残酷な20分間とも言われているぜ。最後は虐殺を止めようとした新兵のホーナスが反落罪で連行され、クレスタがそれを見送るという、圧倒的な無力感の中で幕を閉じるんだ。キャンディスはこの過酷な役を演じることで、美しすぎる人形からの脱却を証明したんだぜ。正義だと信じていたものが崩れ去る、まさに地獄のような光景ね。彼女の凛とした眼差しが、その悲劇をより一層際立たせている気がするわ。ああ、単なる映画の枠を超えて、侵略の歴史を厳しく告発した、彼女の魂の叫びとも言える思考の一本なのぜ。総評またはまとめ。こうして振り返ってみると、キャンディス・バーゲンって本当に多彩で、凛とした強さを持った素敵な女性だったのね。そうだな。単なるクールビューティーという枠に収まらず、コメディで笑わせたり、社会派ドラマで歴史の闇を告発したりと、常に自分の足で立つ自立した女性像を体現してきたんだ。作品ごとに全く違う顔を見せてくれるから、どの映画も新鮮で引き込まれちゃったわ。彼女はその後、80年代後半からは TV ドラマ、TV キャスターマーフィー・ブラウンで、型破りな女性キャスターを演じて全米のアイコンにもなったんだ。エミー賞を何度も受賞する快挙を成し遂げたが、その圧倒的な知性とコメディセンスの原点は、間違いなくこの70年代の映画群にあるんだぜ。映画を通じて自分を表現し続けた彼女の生き様、本当にかっこいいわね。みんなの思い出の作品についても、ぜひ聞いてみたいわね。ああ、みんなの好きな作品や当時の思い出を、ぜひコメント欄で教えてくれよな。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしく頼むぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。